奥歯ボタンでございます。こういう感じですね。あ、おはよう。おはよう。ああ。6、7、17。よくね。7、8、18。早いぞこれ。おいまずいよ。答えになっちゃう。答えになっちゃうって。皆さんこんにちは。リジェクトロート G の時々でございます。はい、助手の小作です。今回は第21回格ゲー研究室となっております。で、格ゲー研究室はですね、格ゲーのプレイ向上のために様々なことを、科学的に検証していく企画となっております。今回はですね、真ん中空いてますね。はい、真ん中空いております。前回に引き続き、はい、こちらの方にゲストとして来ていただきました。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、格ゲー界の元祖武器屋こと、ガフロさんでございます。はい、よろしくお願いします。はい、また来ちゃいました。今回前回とね、別日ですんでちゃんと。確かに。ちゃんと別日に来ていただいて収録していますんで。テンポはね、早いんですね。よろしくお願いいたします。実は、前回、ガフロさんが来ていただいたときに、ちょっとこんなことができたら面白いんじゃないかな。こんなアイテムが作れたら、ちょっと新しくね、格ゲー研究室やってみたいなっていうことを、ちょっといろいろね、話し合ったんですが、結構すぐガフロさんの方からですね、もう作りましたということで、連絡いただいたので、今回はそのアイテムについて検証を行ってみたいと思います。はい。はい。それではガフロさん、はい、早速紹介していただけますか？はい、じゃあ紹介いたします。本日私が紹介するのは、こちらの奥歯ボタンでございます。これでいきます。ほう、こういう感じですね。今回、はい、歯で押すボタンをガフロさんに作っていただきました。すごい。始まりましたね。構造としてはどういう風に？これでもめちゃめちゃシンプルですよ。いわゆるその赤ちゃんが使うそうです、おしゃぶりですか？はい、もう赤ちゃんが使うおしゃぶりで、はいはい、で指入れられるようになってるんで、はいはい、でそこにスイッチを押し込んで、でそれに配線つけて終わりです。なるほどなるほど。はい、じゃあ非常にシンプルなおしゃぶりの中に、ボタンをスイッチを入れてみたと。はい、実際にコントローラーにつけるとどういう感じにつけると、ここに端子があるので、まずコントローラーのボタン1回外してもらって、その穴の中に入れて、で、端子2つあるじゃないですか、ボタンにつける。はいはい、ありますね。それに両方挿してもらえれば、なるほど。どのコントローラーにも対応できますね。なるほど。はい。じゃあ、ちょっと自分の自作したこちらでちょっと実演してみたいなと思います。外してもらって、で、インパクトボタン、こちらの、小指の部分を普段使っているので、こちら端子外してもらって、で、ボタン外してもらって、まずじゃあ、ファストン端子外に出しちゃうかな。そうか、ファストン端子っていうのはオスメスがあるんですね。なるほど、なるほど。そこにね。ボタンについているものが、オスになりますね。で、これと同じものが、こちらの奥歯ボタンにもついてるんですよ。なので、そちらにつけてもらえれば、はい。これで完成です。これで完成です。面白い。前々から、歯で押すのが早いんじゃないかと。確かに。歯は脳にも近いってことで、これを使えば、歯を使って、口を使って、ボタンを押すことができると。で、我々が前々からやってたインパクトも、返せちゃうんじゃないかな。ということで、今回やらせていただくのは、こちらを使って、私と助手の2人で、インパクトがどれだけ返せるのか、こちらの検証を行っていきたいと思います。じゃあ、あともうこれで、いいですよ。そう。そうです。これを押し込めばいいんですか？はい。それで、すごい見た目。
完成です。これで大丈夫だと思います。OK。おお。で、これで一回装着してみましょう。はい。これ奥歯。奥の歯の方が、そうそうそう。あ、おはよう。喋れなくなっちゃう。おはよう、おはよう。この普通の普通のおしゃべりじゃないのよ。これじゃダメやん。これじゃダメやん。ワイワイでもいけるわ。確かに。試しに。確かに。じゃあさすがに奥歯だな。ポイントとしては、なんかカチって押してちょっと力入れないといけないんですよ。そのタクトスイッチの仕様なのかなのか。まだそこはスイッチを今後改善していく。なんか力入れやすいなんか噛み方した方がいいかもしれない。なるほど。今のところ手を。いやこれはいけるかもしれない。おい確か見てるか。お前もう通用しねえからな。かなりやばいな。なんか答え感がありません。いや、答えっていうか、これが答えになっちゃったら感が。確かに。すごい。すごいっす。これね、赤ちゃんも喜ぶ。まず、このカチカチして。そうかもね。そう。これね、普通に、そっち方面も伸ばしていける。それではここからは実際にストリートファイター6を使って、このボタンを使って、検証していきたいと思います。でまずは私と助手それぞれがですね、こちらのボタンを実際に装着してプレイしていきたいと思います。はいお願いします。はい、これでもべしゃりが難しいね。じゃあまず俺からやるから、見てみますわ。とりあえず喋ります。多分奥歯がいいのかな。やった感じどこが良さそう？いや俺はこの3本目ぐらいが熱いと思ったんですよ。安定感がやっぱちょっとむずい奥歯。この開いちゃった時にここはね、あとこの辺の不安感がやばい。逆側。 CPU にしてはい何でも大丈夫です。竜で確かに。はい赤ボタンわかんない。いやもうこの映像だけだろ本当に。これでもう成功してるね。ダラダラ出てくる。絶対今ボタン押したって。確かに。やばいなこれ。慣れてないかどうなの？笑顔おもろすぎるな。慣れたらいけるかも。そう手応えあり。手応えはね、ちょっと歯で押すっていうのはやっぱ慣れてないからか。ちょやってみていいですか？ちょっとお願いします。やってみていいですか？じゃあ一回抜きます。抜いてください。なるほどね。反射として馴染ませないといけない。何が必要なんだよ。毎回一回ポッキリのやつで検証しようとしてるから。あれ前回って何でやったんだ？足が。そうだね。足の時もう結論慣れたら終わったんですよ。足はでもまあ無理ですよ。時生さんは結構。俺が無理すぎじゃない。足はね。なきにしもあらずだったんだ。ただ足の時よりも可能性を感じるっていうか、やっぱ歯だよねっていう感じにはなってたんですよ俺ら。確かに。喋ったら押しちゃう。そりゃそうだ。そりゃ。いいね。ちゃんと対空に意識が。押せてる。押せてるんですよ。押せてはいる。これ足の時押せてすらいなかったから。ちなみにこれやりました？やりましたよ。どうでした？まあもともとそんなやってないっていうのもあってっていうのはあったんですけど。でもこれは
然足より全然可能性は感じました。可能性はそう、可能性はね、全く同じこと言いましたけど、全く同じこと言いましたけど。可能性はこれね、すごく感じるんだよな、これ。可能性の話してる。で、ただ可能性感じ度、これ100点満点中、95点はあります。これはね、でもね、可能性感じますよ。マジで。足より全然。足より毎回押せてる。押せてる。速さが。足はね、正直、80点ぐらいだった。可能性度。今回は、もうちょっと高いです。だから致命的な弱点発見したんですけど、横対戦で大会中、相手に笑わされると絶対こう走る。笑わされる。それは別に普通にやってるの笑っちゃったらもう。いや。ふふってなった瞬間にこう。確かにインパクト打ち放題。継続します。一応やっときましょうか。一応ちょっとだけやっといてもいい。むしろ時々ただ、今回は、だから慣れてないと、やっぱちょっと難しいのかなっていうのは、まあ今ので分かったけど、実際、まあ計測するとなると、ちょっと集中した時に、速さはどうなの？はあ、確かに。じゃあ、やりましょう。はい。それでは続きまして、実際に指で押す場合と奥歯で押した場合、どちらの方が反応速度が速いのかを、実際にゲームを使って検証していきたいと思います。じゃあ、いつものね。やり方はいつものランダムを使って。ランダムパターンでね。はい。あんかかかかくないのそうだな。なんて。いきますよ。はい。あれ？インパクト間違えた。すいません。もう一回やります。ごめんなさい。パターン変えます。これ、1ラウンドごとにちょっとよだれをケアしないと。そうなんですよ。ダラダラの顔抜かれたりしたら、やっぱり、さすがに。それこそやっぱり問題あるから。いきます。はい。早くない？なんかさ、はい、いきます。いくよ。はい。早い。以上です。はい。0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1、2、3、4、5、6、7、17。早くね？17は早いんじゃないの？一発目17です。17は早いんじゃないの17は早い。確かに一回回してないよ。来たか。来たか？これ答え来たね。3、4、5、6、7、8、18。早えぞこれ。おいまずいよ。答えになっちゃう。答えになっちゃうって。7、8、9、10、20。ああ20ね。5、6、7、8、9、10、20。19。すげえ。5、6、7、8、7。7、27、27。9、19、19。21。23。ああ23。20。それでは検証が終わりましたので結果の方を見ていきましょう。はい。ドンほうほー。これは時度18
20.8。時野さん手より早いんそうですね。前回サカコンの前人未到の17出ちゃってるんです。17だ。他も安定して早くて、まあ18、20、20と。で小作の方は、まあ20。まあ27が1回インパクトを返しは成立してなかったんで、他はまあ19、21、まあ手とそんなに変わらないっすよこれがなね。ければ、まあ、21。あ、それ入れて22。それ27入れて22っすか？そうですよね。じゃあ本当にそんな変わんないっす。それが入ってなかったら20.7。20.7。いや、なるほど。メリットがあって、はいこの速さ以外にも、はいそもそも運指が必要な場合があるじゃないですか。インパクトボタンに必要なで、一応僕の中でインパクトを返す人って、はいまあ、ガチ君とか、ヒカル君とかはい。は指を常にそこに当ててるんですよ。あ、そうなんだ。だからその指を他のボタンに活用するのは、まあ、ちょっと難しくなる。そうインパクト用の指。で今回は、奥歯を使ってるんで、こちらの右手の5本は自由にインパクト以外のボタンに使えるっていうのを考えると、かなり有効に可能性が広がるんじゃないかな。98点ぐらいに今いっているんじゃないかなと思います。まあ指が11本あるようなもんですからね。そうですね。こっちでそれを指の動きを1個代用してるってことになるんで。改善点としては、奥歯が多分一番早いんですけど、奥歯で噛もうとするとちょっと安定感がなんかガクガクしちゃう。ああ、確かに。そう、おしゃぶりの形状の問題かもしれないですけど、やっぱちょっと本気でやるなら縫い付けるしかない。加速スイッチ的な。そう埋め込んでもらうしかない。むしろここにこう端子を刺す。怖い。そっちの方がいいです。デメリットはもう正直たくさんありますわ。まあそりゃそう。そりゃそう。やっぱね、よだれ出ますね。よだれがもう垂れた時点で、もうスポンサーさん的な印象はちょっと厳しいかなと思います。勝ちはもちろん最優先なんですけど、これ以外の要素も非常に重要な。間違いないです。よだれダラダラでやってたら、バーサーカスね。あとはでもやっぱり練習でこれをちょっとやる勇気があるかと思います。もう全員やればいいんですよ。じゃまあそうですね。まずはこれを使って一回大会でバーンと目立って、そしたら広まるかもしれないんで。まあ多分ちょっとルールでね縛られちゃいそうな感じもしますけれども、非常にまあ有意義な検証だったんじゃないかなと。スカフさん本当に今回ね非常に素早くねこのデバイスを開発していただいたのは本当に頭が下がります。小作はなんか気づいたことある？奥歯以外でもいろいろやってたけど。そう、奥歯以外でいろいろやったんですけど、やっぱ速さは奥歯っすね。力の入れやすさですかね、やっぱり。なんかね、やっぱ自然に噛めるのは奥歯ですよ。まあだから暴発問題とかもまあ実際のところはありますよね、絶対。もしこれを本気で多分ゲームするってなら。そうだね。暴発をしないぐらいのそのスイッチどのぐらいにするかとか、おしゃぶりのその材質をどうするかとかっていうのは一個あるかもしれない。確かに。これで大会出てインパクト返せなかった。コメント欄すごい。お前何のためにこれやって。いや、何のために全てを捨てているんだ。以上、格ゲー研究室でした。ガフロさん、今回もね制作いただきありがとうございました。こちらこそありがとうございました。読んでいただいて。何か宣伝やらお知らせやらございましたらお願いします。そうですね。じゃあこれについてちょっと説明いたしますか。はい。まあ前回の動画でもねご紹介させていただいたんですけど、まあちょっと小型化してね。そうなんだ。ほらここのスペースがちょっとなくなってちょっとちっちゃくなったんですよね。右手パーツもなんかここを入れ替えられるようになって、で手の大きさに合わせられるようになったんですよ。まあこちらまあ内容としてはその取り外しできて自由にそのデバイスを入れ替えられるっていうのが特徴なんですけど、皆さんの手に取ってもらえるような機会ができたら
ぜひよろしくお願いしますということで。何卒よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。こちらとザンギさんも使ってね、今。そうですね。確かはい。ザンギさんは左の部分がね。そうです。レバーになってるやつですね。はい。楽しくプレイしていらっしゃるので。まあ今後のガフロさんからの発信も、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、よろしくお願いします。で、また、新しいものをね、作っていただいた際には、ぜひともお声掛けしていただけると。こういうの。確かに。まあ、アイディアもいただければ。そうですね。こちらからも、なんか、ひらめきがありましたら、ご共有させていただきますので、何卒今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。それでは皆様、次回の動画でお会いしましょう。また。バイバイ。私が現在アンバサダーを務めております、ヒットボックスは概要欄のリンクから購入できます。皆様よろしくお願いいたします。